んでうちの姉ちゃんがさ、ペットの散歩のために朝早くから起きて資料室歩き回るわけ。ちゃんと世話してるなら別にいいんじゃないの？うちは寝てたいのに早い時間から朝食を食べさせられたり、夜はゲームしていると、1日1時間までや、って言ってくるから、急に真面目キャラになってしまったんよ。なんか懐かしいですね。私もよく親に言われてましたよ。そのセリフ。確かに一昔前なら常識っぽい感じがするけど、今時はさすがに古風よね。でしょ。だからゆかりから姉ちゃんに言ってやってくれない？別にいいけど。多分まだ私はその話を解説で聞いたことないですけど。あ、そう。じゃあせっかくだし、解説してあげるわ。ところで葵さ、あなたもペットを飼っていたわよね。よく知ってるなゆかりは。そうやねん。資料室で話し飼いしとるんよ。だよね。だってどっかで見た姿だもの。ゆかりさん、なんか今すぐ逃げ出したい気分なんですが。奇遇ね。私も今すぐ走り出したいわ。行くぞ！さて、今日も今日とて解説をしていきますが、今回は賛否両論だけど、実際はどうなの？って研究を3つご紹介します。賛否両論ってことは、ゲームとかに関する話ですかね。すごいは一つ当たってる。てか昔、ゲームについて話をしたような気がするけど、まあいっか。いや、たまに雑ですよ。それは私の愛嬌だとでも思ってよ。じゃ早速だけど、まずは朝食から解説するわ。ところで皆さんは、毎日3食の食事をとっていますか？私は両親から、朝食はきちんと食べなさいって教わりましたね。そもそも大抵の学校や会社は、朝から始まるので、ご飯を食べないとお腹が空いてしょうがないです。確かに、昔から朝食は食べなさいって、私たちは教わってきたわ。実際、朝食を食べることのメリットを示した研究はいくつもあるのよ。でも、問題点もあるけどね。その問題点って何ですか？例えば、2003年や2012年の研究では、ケロッグ社やクエーカーオーツ社といったシリアルメーカーが、研究の資金を出していて、実験の結果も、朝食は素晴らしいというものになっているの。もちろんそれ以外にも、朝食に関する実験には、シリアルメーカーが関わってることが多々あるわ。そりゃ、朝食のシリアルを販売している会社からお金をもらったら、朝食は食べない方がいいなんて言えるわけがないですもんね。そうなのよ。あと昔から、朝食を食べると頭が良くなるって説があり、これは、起きた直後は頭がガス欠になるから、糖分を補給した方がいいって話です。実際、子供に朝食を食べさせたら成績が上がった。みたいなデータがあるし、2013年の観察研究でも、朝食を食べる子供ほど成績がいいって傾向がはっきり出ています。そのため、アメリカの食事ガイドラインでも、子供も大人も朝食を食べよう、とお勧めされています。ところが新たに出た、ベイラー大学の論文では、朝食が子供の脳に与える影響について調べています。実験は、8から10歳の子供128人を対象に、朝食抜きのグループ、リンゴとチョコ菓子、それに牛乳を飲むグループ、リンゴとワッフル、牛乳を飲むグループの3つに分けました。一応どちらも、カロリーと三大栄養素のバランスは同じに調整し、朝食は8時半に提供された後、午前10時半に脳のパフォーマンスを測りました。すると結果は、朝食を食べたグループも、食べなかったグループでも、家庭の収入や教育レベルといった要素を調整して比べてみても、すべてのグループで成績に差が出ませんでした。つまり、たとえどんな朝食を食べても、逆に食べなくても、脳のパフォーマンスには影響を与えていなかったんですか？あとたまに、朝食を食べると代謝が良くなるよ。と言われることがありますが、それは、朝食を抜くと、体がエネルギー切れを起こすので、結果として代謝が下がるって発想から来ています。しかし、この説は割と怪しく、例えば、2015年の研究からは、朝食抜きグループの安静時の代謝を測ってみたところ、全く変化がなかったのです。また、2014年に行われた別の研究でも、
普通体型の参加者33人で朝食を抜いた時の代謝を測ったところ、やっぱり違いがないとの結論でした。つまり、肥満でも普通体型でも、朝食を抜いたところで、結局、代謝は同じということが言えます。今のところは、別に朝食を食べても食べなくても良さげですね。それどころか、2021年に大阪大学が出した論文では、むしろ朝食を抜くよりも、夕食を抜く方がやばくない?と言ってます。研究は、大阪大学の学生26,433人を6年間追跡し、夕食を毎日食べる人とそうでない人を比べて、体重の増加に違いがあるかをチェックしました。すると分析の結果、夕食を毎日ちゃんと食べる人より、夕食を不定期に食べたり食べない人の方が、体重が 10% 以上も増加する可能性があり、また同時に、肥満の発症リスクも高まることが分かりました。一応この研究でも、朝に朝食を食べなくても体重が増えないという結果が出ております。どうやら、朝食や昼食を食べる回数と体重増加や肥満との関連は認められなかったそうで、研究チームは、朝食に比べて、夕食の方が、体重の増加に及ぼす影響が大きいことが示唆されたとコメントしています。つまり、朝食に関して現状わかることは、食べなくても脳のパフォーマンスが下がることはないし、代謝も下がらない上に、むしろ朝食よりも、夕食の方をしっかり毎日食べた方が良いということですね。そうね。じゃそのまま、次の研究を紹介するわ。お次はゲームについてです。ゲームへの理解が進んだ昨今ですが、一部では、やはり今でもゲームへの当たりの強さはなかなか消えませんね。よく、ゲームを長くやりすぎると不安症になるとか、暴力的になるといった内容を耳にします。やっぱりこの手の話は、香川県ネットゲーム依存症対策条例が頭をよぎりますね。そうね、私も頭をよぎるわ。でも、ゲームに関してよく言われる悪影響は、一部正しいけど、微妙なところがあります。例えば、2018年にミシガン大学が、過去に行われた暴力ゲームと攻撃性に関する実験から、質の高い24件をまとめた論文を出しました。結果は、暴力的なゲームをすると攻撃性が増すことが明らかになりましたが、統計的には優位でも、効果量は 0.08 ほどです。これは攻撃的な性格が、本人の生まれついた性格なのか、ゲームによる影響なのかを判断することが難しく、またステッソン大学が、1998年から2008年の間に出た、映画やゲームと暴力性に関する25件の研究を精査したメタ分析でも、ゲームや映画の影響力は 0.64% 程度で、人に対して暴力を振るうレベルであれば 0.04% に下がり、ほぼ無害となります。また研究者の試算では、暴力的な映画やゲームによる悪影響は、タバコの135分の1しかなく、むしろタバコの方がやばくない?って話になっています。そもそも、過去のゲームと暴力性に関する論文は、怪しいものがほとんどで当てになりません。まあ、ゲームで負けて、ブチギレ大パンをする人がいたとしても、それをゲームのせいだと思う人は、あんまりいないと思います。また2020年に、ブリガムヤング大学で研究が行われ、ゲーマー385人を6年間追跡調査し、ゲームのプレイ回数やゲームへの依存度、健康被害や人生へのダメージを調べました。すると結果は、重度の依存症になる確率はだいたい 10% で、90% のゲーマーは、他に興味の対象が移るに従って、自然とゲームから離れていきました。それでも、重度の依存症になると暴力性が向上し、内向的で鬱っぽくなるようです。しかし、頻繁にゲームをプレイするゲーマーだけを集めても、90% は依存症にならないなら、そこまでゲームをプレイしない人が依存症を心配する必要はないようにも感じます。また論文の中でゲーム依存症になりやすい人として、男性かつ孤社会的行動が少ないことが挙げられています。孤社会的行動が少ないとは、他人に親切な行為ができないような人間を指します。いわゆる依存症ゲーマーのステレオタイプとして、部屋に引きこもったり、経済的に貧困な人間が当てはまらないのは、興味深いですね。確かに周りを見ても、ちゃんと仕事をした上で、休日や休憩時間にゲームを楽しんでいる人の方が多いですね。また、アイオワ州立大学が、
352人の男女を対象にした実験では、マインクラフトで遊んだグループは、想像力が上がったという研究結果が出たり、ノースカロライナ大学とイーストカロライナ大学が行った研究プログラムでは、アングリーバードやビジュエルドなどのカジュアルなゲームを20分プレイするだけでも、気分や活力が向上し、怒りや鬱、緊張が大幅に減少したことを記録しています。さらに、ブリガムヤング大学のスクールオブファミリーライフの研究では、ビデオゲームを親子と一緒にプレイすることで連帯感が向上することが分かりました。オックスフォード大学と任天堂がコラボした研究では、両者からプラント vs ゾンビ、動物の森のプレイヤー、数十万人を集めてアンケートを行ったところ、過去2週間の間にゲームで遊んだ時間が長い人ほど幸福度も高いということが分かりました。このように、ゲームそのものが人間に悪影響を無条件で与えるようなものではないことが分かりますね。そして、ヴィルツブルク大学の論文では、過去のテレビゲーム研究から有料な20件を抜き出し、ゲームを長時間やっていると太るのかについて、38,097人のデータをまとめたメタ分析を行ったところ、結果は、ゲームをやってる時間の多さは、肥満になる理由の 1% も説明できないそうです。ただし、ゲームと肥満がほぼ無関係なのは10代までで、そこを過ぎるとちょっとだけ関係すると言われていますが、そこまで影響があるわけではありません。じゃ、ここまで話したゲームの研究をまとめると、1日1時間以上ゲームをプレイしても問題ないし、依存症になる可能性は 10% 程度で、さらに長時間のゲームプレイが原因で、太ることはないってわけですね。そうね。それにテレビとかネット記事を見てると、やたらとゲームのデメリットに焦点を当てすぎてないと思うのよね。だから今回は、メリットについていくつか取り上げたわけだけど、まあ、ゲーム関連の研究を全部話していたら日が暮れちゃうから、次の研究に行くわよ。お次は、結婚についてです。どうですか皆さん？結婚したいですか？うわ、結構攻めますね。結婚か。なんか最近は、経済的に余裕があっても、男女ともに結婚しない人が増えた気がします。実際、結婚するってメリットあるの？と考える人が多いと思うので、それを科学的に見ていきましょう。まず、2009年にマイアミ大学が行った研究からです。この研究によると、自立した独身者よりも、既婚者の方がメンタルは悪化する可能性があるという結果が出ています。ただしそれは、親からの仕送りで生活するような自立ができていないニート系の独身者に限り、既婚者よりメンタルが悪化しやすいという結果にもなっています。また、オハイオ州立大学の研究で、1955年から1984年の間に生まれた既婚者12,373人の健康レベルをチェックしました。すると、古い世代ほど結婚することによる健康的なメリットを享受できるのに対して、比較的若い世代の結婚は健康面では悪化していました。あとちなみに、子供を作るメリットについて軽く触れると、人によって色々議論があると思いますが、2003年に行われた97件の研究をメタ分析したものを紹介します。まず、結論から先に言うと、子供の数が増えるほど、結婚の満足度は低下していました。もちろん著しい低下ではありません。しかし実は、子育てによってメンタルが悪化するという研究はいくつかあるのです。ちなみに、この問題については、明日の幸せを科学するなどの書籍を出しているダニエル・ニルバート博士曰く、本当は子供を作っても幸せになれないけど、それだと人類が絶滅してしまうから、子作りは幸せだと勘違いできる遺伝子を持つ人間だけが今まで生き残っただけだよね、と言っています。まあそうは言っても、結婚したいと思う人はまだ少なからずいると思いますので、いくつかの科学的な知見を見ていきたいと思います。まず、最適な結婚年齢ですが、ユタ大学が2回にわたって、家族の幸福や結婚生活の満足度の調査を行いました。すると、28歳から32歳の間に結婚する場合、離婚リスクが一番少なくて済むことが分かりました。また、32歳を超えて結婚すると、1年ごとに離婚率は 5% ずつ上昇していくことも分かりました。研究者的には、30代を過ぎても結婚できない場合には、正確に何らかの問題があるか、そもそも結婚に向かない可能性すらあるそうです。個人的に30過ぎても結婚できないからといって、無理に焦って結婚しようとして、
不要なリスクに身をさらすよりかは、一旦、冷静になって、そもそも、自分は結婚に向いているのかを考えるべきですね。また、科学の世界では、結婚は健康にいい。と言われており、2014年のメタ分析なんかを見ても、結婚してる人ほど寿命が長いと、傾向がしっかり出ていて、日本でも既婚者ほど長生きだったりします。が、これらのデータは、あくまで、質の高い結婚は体にいいという事実を述べてるだけで、論文でも、仲が悪い夫婦関係は、むしろ、うつ病の原因になるから良くないという結論になっています。つまり、独身でも、結婚と同じレベルの心理的なサポートさえあれば、必ずしも結婚は最高。という結論にはならないわけです。また、ミシガン州立大学が、15,379人の男女を14年間にわたって追い続けた観察研究では、離婚または別居した人、未亡人になった人、結婚したことがない人、結婚している人の4パターンに分けて調査しました。結論から先に言うと、結婚している人ほど年をとってもボケにくく、離婚の悪影響は女性より男性の方が強く、結婚したことのない人は結婚した人に比べて 42% も地方になりやすいという結果になりました。ってことは、ここまで話した結婚に関する研究をまとめると、自立している独身者なら、むしろ既婚者よりもメンタルとかが安定している可能性があり、また子供を作ると、基本的に幸福度は下がりますが、ちゃんと子育ての計画を立てていれば、ある程度は予防でき、さらに良質な結婚は精神面にもいいし、痴呆症などを 42% も予防してくれる可能性があるのですが、ただし、夫婦仲が悪い場合は別ってところですかね。そうね。だから朝食やゲーム、結婚について一言で言うなら、相手に強制しない限り、どっちでもよくね。って感じです。はい、というわけで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではでは、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。